皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回の物語は、雲野十座の小説、千年後の世界です。3日連続での公開で、今回はその2回目。科学者の古畑は、1000年の長きにわたる冷凍睡眠実験を成功させて、目を覚まします。ところが、厳重に保護されている実験施設を開けてくれるはずの誰かが、なかなか現れません。さて、古畑はどうなるのでしょうか。どうぞ最後までお楽しみください。2、裸の女教授。古畑が信号装置を点検していたその時だった。リリン、リリン、リリーン。突然、警報のベルがさえざえとした音を上げて響き、密室内の空気をパッと明るくした。あ、来たぞ来たぞ。ついに来たのだ。棺桶の蓋を叩いている者がいる。棺桶の蓋を叩けば、この警報ベルがリーンと鳴る仕掛けになっていたのだ。さあ、助けられるのだ。続いて、ひどい振動が伝わってきた。いよいよ、この棺桶が開かれるのだ。興奮がやや落ち着いたとき、古畑は、一体誰がこの棺桶を開きにやってきたのかと、そのことに激しい好奇心を沸かした。それは、いよいよ彼のいる密室の扉が開かれる、というその直前に迫って、一層激しさを加えた。ドーンと扉が開いたとき、薄暗い外から一人の人間が飛び込んできた。ああと、古畑は途方もなく大きな声を出した。それは非常に驚いた声であった。彼の目が捉えた再生後初めてのこの訪問者は、すっぱだかであったからだった。それは文字通りのすっぱだかであった。しかもこの訪問者は、一目でそれとわかる妙齢の婦人だったのである。古畑は恥ずかしさで真っ赤になった。だがこの婦人は顔をあからめるどころか、
至って平気で古畑の前に立った。古畑助教授、そうですね。そうです。古畑です。扉を開けてくださってありがとう。1000年前の世界に住んでいた一人類をこうして発見したことは私の大変喜びとするところです。私はあなたの記録を199区の防空エリアを壊しているうちに発見したのですが、長い不成功鉄管の中に入っていました。ああ、そうでしたか。と言ったが、古畑はかつて友人たちが彼の埋没記録をそんな風にして200本の厳重な筒に収め、方々の地下に埋めたり、また博物館に陳列してくれたのを覚えていた。で、あなたの名は何とおっしゃるのですか？私のことですか？私はハバロフスク大学の考古学主任教授のチタです。主任教授？失礼ながら、そんな若さで主任教授とは大変なものですね。私は素直に驚きを述べると、チタ教授は笑って、ほほほほ、何が若いことがありましょうか。今年で903回目の誕生日を迎えるのですよ。するとあなたは903歳なのですね。それはとても信じられない。まだ19か20歳のはつらつとした女性の手足を持ちながら、それで903歳とは素直に受け入れられない。第一、そんな長寿の者がいるだろうか。ほほほほ、そんなことをおっしゃると私は大変愉快ですわ。1000年前の人類がどんな知能程度だったかということが今はっきり目の前に見えるようで大変参考になります。と、しきりに一人で喜びつつ。ですけれど、私ばかりが喜んでいないで、あなたのため、早く1000年後の今日の世界はどんなになっているか、その常識をつけて差し上げましょう。と言って、チタ教授が金髪を撫でながら話をしたことによると、何でも人類は今から900年前に死の神を征服したという話だった。つまり人類は死ななくてもよくなったのだ。なんという大発見であろう。なぜそんなことになったかというと、人体に関する生理学の研究が進歩して、一切の病気が電気学によって診断され、そして電気的療法で治ることになった。心臓の悪い人間はすぐ代用心臓に取り替えることができる。血圧の高い人間は半日ぐらいかければすっかり血管を取り替えることができる。だから、もし死ぬのが嫌なら、決して死なないのである。それでも、この驚くべき医学の進歩が行われた当時は、代用臓器が大変高価であったし、そして金属で作った関係上、相当に重かった。そのために
大葉臓器を装着した人間は、やむを得ず歩くことができなくなった。心臓に肺に腎臓などと三つの臓器を取り替えると、はじめは全重量が人間の体重の3倍ぐらいになったそうで、それでは一人歩きはできない。自分で街をあっちへ行ったりこっちへ行ったりするため、自動車の上に乗りっぱなしということにしておくより他に道がない。だが今はそんなことはない。どんどん歩くことができる。それは大葉臓器が大変小さくなったことと、そして金属を使わなくても耐圧性腎臓肉を使えば軽くて済むこととなった。だからほら見てごらんなさい、私の体を。少しも変じゃありませんでしょ。そしてこんなに軽快に動けますわ。と、知多教授は古畑の前でまるでレビューガールのように手足を振って動いてみせた。古畑はまた新しい驚きにぶつかって目を見張らなければならなかった。すると903歳のあなたはやっぱり大葉臓器のおかげでそのように長く生きているわけですか。もちろんそうですわ。へえ、驚きましたね。どこにその大葉臓器があるのか、外からはわからないほどです。そうすると、大葉臓器は随分軽くもなり、小型にもなったわけですね。だが、変なこともあるな。知多教授、あなたは私をからかっているのではありませんか？なぜそんなことをおっしゃるの？ちっともからかったりしていませんわよ。でもおかしいではありませんか。そういう大葉臓器を取り付けたものなら、胸のところとかお腹のところとかに手術の跡が残っていなければならないはずです。ところが、こうして拝見したところ、あなたの肉体は19か20歳の若い娘のように美しい。針でついたほどの傷もない。これはどうもおかしいではありませんか。それを聞くと、知多教授は、古畑の頭脳の古さのなんと気の毒なことよと言わんばかりに、にっと笑い。古畑さん、外科手術なんて950年前にすっかり技術が完成し、傷がつかないようになりましたのよ。でも私の体に傷跡がないのは、昔の外科手術のおかげではなく、これは腎臓皮膚をつけているから傷跡がないのです。腎臓皮膚というと、つまり腎臓肉と似たようなものです。腎臓なんですから、いつでもこれをバリバリと破って、新しいのと張り替えられます。はは、そうでしたか。と言ったが、古畑は唖然とした。さっきからこの知多教授の裸を見て、こっちが顔をあからめていたわけだが、腎臓皮膚なら恥ずかしくないのはもっともだ。じゃあ失礼ながら、今のあなたの体というものは
昔母体から生まれて大きくなったあなたの本当の体とは大部分違った別物なのですね。まあ、そう言っても大した間違いではありません。昔のままのあなたとして残っているのは、脳髄と骨格と顔形だけじゃないのですか？いや、そうではありません。じゃあ、もっと残っているものがありますか？いや、その反対です。今あなたのおっしゃった顔形も別物です。正直なことを言うと、私は生まれつきあまり美人ではなかったのです。額は飛び出し、目は引っ込み、口は大きく、鼻は曲がっていました。そこで私はすっかり顔を取り替えてもらいました。顔のカタログを見て、そのうちで一番好きな顔に直してもらったのです。顔の美醜ほど昔人類を悩ませたものはありません。しかし考えてみると、あの頃の人間も知恵のない話でした。顔の美醜とは、いわゆる顔を構成している要素である目や眉や鼻や唇や歯の形とその配列状態によって起こるのです。目が引っ込んでいるのなら、そこに肉を植えればいいのです。そんなことは大した手術ではありません。腎臓肉や腎臓皮膚ができてから、醜い人間はどんどん顔を直して美男美女になってしまいました。これから街へ出てみましょうか。きっとあなたはただの一人も醜い人間を発見できないでしょう。おー。と言っただけで、古畑は後に続けるべき言葉が出てこなかった。人間の美醜は3万年の人類史を支配したようなものだと思っていたが、今はいくらでも顔を変えられるようになったと聞いて、嘆息するよりほかなかった。いかがでしたか？古畑助教授の前に現れたのは、なんと903歳の教授。技術が進歩して体を簡単に作り変えることができる世の中になっていました。死にたくなければ体を作り変えて生き続けることができる世界。皆さんはもしこういう世界が現実のものとなったら、どんな人生を送りますか？さて、次回は第3回、最終回です。古畑助教授は1000年後の世界を目にすることはできるのでしょうか？それではまた次の動画でお会いしましょう。